この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。補助線は絵を描くために使うんじゃなくて、絵を修正するために使うことで真の効果を発揮するんですよ。こんにちは、斉藤直樹です。今回は線をうまく描く方法というテーマでお送りしていきたいと思います。動画のコメント欄でもかなり多くの方が線の描き方がわからない、線をうまく描く方法を教えてという質問をくださいます。そうですよね。やっぱりイラストの多くは線で描くものですから、この線がうまく描けるかどうかでうまいか下手かがぶっちゃけ分かれるポイントです。ですが、このうまく線を描く方法、これがなかなか難しい。上手い人が描くあの生き生きした線が自分ではなかなか描けない。でもね、これにはコツがあるんです。さすがにね、この動画を見た直後から急に線がうまく描けるようになるというのは難しいですが、これからご紹介するあるコツを押さえて描くことで線がうまくなるための基礎的な考え方、しっかりした土台を身につけていただけると思います。ぜひ最後までお付き合いください。さて、あるコツとは何か。線をうまく描くためのコツはですね、2つあります。もういきなりそのコツお伝えしちゃいますね。それは1、線を描くための当たりは1回で取るな。2、入り抜きは必ずしも必要じゃない。この2つですね。この2つを押さえて描くことで劇的に魅力的な線を描くための土台が整います。もしかしたらね、絵をよく勉強している人にとってはそうなのって思っちゃう部分があると思います。特に入り抜きが必要ないってね、よく言われることとは真逆のことを言ってますよね。この2つのコツについて、まずは当たりの取り方から順番にお伝えしていきますね。それと今回はデジタル、いつも通り Photoshop というソフトを使って進めていきますが、絵作りの考え方としてはデジタルもアナログも一緒です。今回紹介するテクニックはアナログでも十分応用可能なテクニックですので、線をうまく描けないで悩んでいる方はぜひチェックしてみてくださいね。さて、何を描いていくかですが、もちろん全身のイラストを描いていってもいいんですが、今回はよりハードルを下げてイラスト初心者の方でも参考にしやすいように顔の描き方に絞ってお伝えしていきますね。なので今回はチャンネルマスコットキャラクターの一人、なぎさちゃんに協力してもらいます。なぎさちゃんの顔を描きながら線のテクニック紹介していきたいと思います。それでは早速いってみましょう。当たり1を取る。まず線を描くために当たりを取っていきます。当たり、要するに下書きのことですね。ですが、この当たりについてもコツがあるんですよ。そしてこの当たりの取り方、結構ね、勘違いしてうまくいかない当たりの取り方で覚えている人がいるんですが、まずは間違いの例を紹介していきますね。よくね、丸を描いて十字を描いてね、でここに目を描いていくんです。口を描いていくんです。こういう風に描き始めましょうっていう風に覚えている人いますよね。でもこれね、実はこのやり方では絵ってうまくなりにくいんです。なぜなら、こういう風に描き始めてしまうと雰囲気がまるでない硬い絵になっちゃうからなんです。全然キャラが生き生きしないんですよ。ただの棒立ちだったり無表情な絵になりやすい。じゃあどうしたらいいのか。それは最初の当たりはもう雰囲気重視、十字とかは全然描かないでいいので、こういう顔を描きたいなーっていう顔をなるべくちっちゃく描いてください。なるべくちっちゃくがポイントですよ。なぜかというと、ちっちゃく描くと細かい部分は描き込めないので、全体の印象や雰囲気をつかみやすいから。あと単純に早く描けるからです。ポイント1、デッサンは気にしない。ここではどういう表情にするのか、どういう雰囲気にするのかだけ考えます。デッサンの狂い？そんなの完全に無視です。うおー、君いい顔するね。それ最高にいい表情だよ。最高！時にはそうつぶやきながらちっちゃな当たりを描いてください。正確な形を取ろうとかはこの段階ではしない。これがポイントです。ポイント2、青い線で描いてみよう。黒い線で描くとどうしてもちゃんと描かなきゃっていう考えが働きやすいので、青い線、それも割と太めの線で描くのがポイントです。太い青い線で描いてみるとわかると思うんですが、あれ？なんかいつもより描きやすいって思うはずです。これはコントラスト差が
が関係していると思います。いきなり黒で描いちゃうと画面の白と線の黒がはっきりと目に飛び込んでくるので、形の狂いが気になりすぎちゃうんですね。形がどうしても気になっちゃって表情に意識が向きにくい。それを避けるためにまずは黒ではなく、黒よりも明度の高い青で描き始めると、当たり1はよりうまく表情を捉えることができると思います。他にも青は印刷に出ないから消しゴムかけが必要ないなどの理由で下書きは青い色鉛筆で描く漫画家さんも多いんですが、そういうメリットもあったりしますね。当たり2を取る。はい、雰囲気重視の当たり1ができたので、早速ペン入れ線を描いていきましょうって思ったあなた、焦らないでくださいね。さっきは表情を重視した当たり1を描きました。次はですね、形を整えていくための当たり2を描いていきます。そうです、当たりってね、何も1回で取る必要ないんですよ。ここで当たり2、つまり2回目の当たりを取っていきます。さっきの小さく描いた当たり1、これは雰囲気は表現できていますが、形は正確に取れていない状態、いわゆるデッサンが崩れている状態ですね。今度はより正確な形を取るための当たりを取っていきます。当たり1は青で引いていってもいいですが、ここでポイントです。ポイント1、当たり2は赤い線で描いてみよう。これはなぜかというと、さっき説明したコントラスト差ですね。当たり1は明度の高い青を使うことによってデッサンの狂いに目がいかないようにしました。当たり2はですね、デッサンの調整が目的ですから、逆に形の狂いに目が行きやすいようにより明度の暗い赤で当たりを取っていきましょう。さあ、そしてここです。ここで補助線を使います。描き始めに補助線を使うと絵が硬くなってしまう原因になりますが、補助線を使うポイントはここ。つまり補助線は絵を描くために使うんじゃなくて、絵を修正するために使うことで真の効果を発揮するんですよ。確かに当たり1ではいい表情が描けたけど、なんか違和感ある。その違和感の正体は何なのか、左右の目のバランスは整っているのか、片方の目だけが上下にずれていないか、片目だけが大きすぎないか小さすぎないか、まつげの濃さは左右均等か、輪郭は、耳の高さは、髪の毛の長さはなど、補助線を使いながら細かい形を整えていきます。ポイント2、何度も見比べながら描く。当たり2はですね、当たり1で出した雰囲気を損なわないように描くのがポイントです。これは形を正確に取っていく過程で雰囲気が壊れがちだからです。この過程でどうしても絵が硬くなりやすいんですね。ほら、よく Twitter でラフを投稿した時にはいいねがいっぱいもらえたのに、苦労して清書した絵に限っていいねがそれほどもらえないことってあるでしょ。あの原因の一つに雰囲気を置き去りにしちゃう問題っていうのがあるんです。デッサンを整えている段階で最初にはかけていた雰囲気が形を整えていく段階で消えちゃうんですよ。なのでデジタルだったら一番上のレイヤーに元の当たり1を残しておいて、たまにこうやって表示しつつ見比べながら描いていくといいと思います。もしアナログでしたら当たり1をコピーして隣に置いておくか、スマホでパシャッと撮っておいてそれを見ながら描くのもいいですね。はい、こんな感じで当たり2が書けました。ペン入れが得意な人は当たり2もそれほどかっちり書き込む必要はないんですが、あまりペン入れが慣れていないなという方は当たり2の段階でこの線の通りにペンを入れれば OK ってくらいまでかっちり書き込んだ線を書いちゃってもいいと思います。どこまで詳細に書き込むかは人それぞれで大丈夫です。繰り返すことで省略できる。ここまで聞いて、そんなに何度も当たり取るの？めんどくさいって思いましたか？そうですよね。そんなことしなくても絵が上手い人って一発でそれっぽい絵をさらさら描き上げている印象ありますもんね。でもね、あれが罠です。実は絵が上手い人って今やってきた工程を全部頭の中でやっているんですよ。でもこれは特別な才能かといったらそんなことはありません。彼らだって何も最初からそれができたわけじゃないんですよ。今紹介している当たり1、当たり2、この工程を何度も繰り返すことによって自然とそれが脳内でできるようになってくるんですね。そしていつしか簡単な当たりを取っただけで、もしくはいきなり最初からペン入れをできるようになっていく、そういう特殊能力を後から身につけていったんですね。そうです。これはもう
特殊能力なんです。いきなり最初から身につけられるようなものじゃありません。初心者がまず意識した方がいいのは、いきなり工程をすっ飛ばさないこと。今紹介したように当たりを2回に、もしくは必要ならば3回4回に分けて取ること。最初にご紹介したコツの1つ目、線を描くためには当たりを1回で取るなですね。線をうまく描くにはまずはこれを強く意識してみてください。一発描きはあくまでその先にある能力です。今言った過程を脳内でできるようになること、繰り返しによってこの能力は手に入ります。何も特別な人にしかできないわけじゃありません。それはあなただって同じですよ。線を描く。さあ次はいよいよ線を描いていきます。いわゆるペン入れですね。先ほども言ったように線をうまく描くには大事なのは入り抜きではありません。よくね、線をうまく描くには入り抜きを入れましょうって言われると思うんですが、これは半分間違いです。入り抜きを入れなくてもうまい線というのはうまいんですよ。まあこれラーメンに例えるなら、入り抜きが入っているかどうかはラーメンの中に入っている麺が縮れ麺かストレート麺かみたいな違いです。別に美味しければどっちでもいいですよね。じゃあ何が大事かというと、一つはさっき紹介した当たりの取り方。当たりさえしっかり取れていればその絵はもう半分完成したようなものです。その上にどんな線を描いても結構いい絵になっちゃうんですよ。ですがあえてもう一つ、線を良くするために重要なポイントを一つ挙げるとしたら、それは目的によって線の太さを選択する、これですね。目的1、グッズ映えするような絵が描きたい場合、例えばですね、入り抜きを入れない方がいい例としては、アクキーとかステッカーとか、あとは頭身低めのイラストの時もそうでしょうか。そういうグッズを意識したイラストの場合には、入り抜きはあえて抑えた極太線を描いていった方が見栄えのする場合があります。はい、こんな感じであくまで一定の力でズズズズズズズって線を引いていくようなイメージですね。イメージとしてはマッキーみたいな太めのペンで一定の力で描いていくっていう感じです。こうすることで動きや抑揚はあえて抑えたかっちりしたイメージ、記号的なイラストに仕上げていくことができます。入り抜きは全然入っていませんが、グッズイラストとしてはむしろこっちの方がこれ欲しい、かわいいっていう所有欲を刺激される感じがすると思います。ポイント1、目、鼻、口だけは少し細い線で、全体を太めの線で描くとは言っても、やはり表情に関しては少しだけ繊細さを求められます。そうじゃないと表情が表現しにくいからです。なので目、鼻、口だけは少しだけ細めの線を意識して描いていきましょう。そうすることで絵全体の解像度が一段上がったようなクオリティの高いイラストに仕上げることができます。入り抜きという点では抑揚を抑えたイラストに仕上がりがちですが、もうちょっと面白みが欲しいという方はブラシに質感を持たせても面白い仕上がりになると思います。ポイント2、質感をつけても面白い。例えばこんな風にザラザラした質感のブラシで描いていけば、さっきのつるっとしたブラシとは一味違った味のあるイラストに仕上げることも可能です。入り抜きを使わずともこういう部分でニュアンスを追加することもできるんですね。はい、こんな感じです。極太の線であえて入り抜きを抑えたグッズ感のある線に仕上げることができました。目的に生き生きした絵が描きたい場合、これは例えば少年漫画だったり、いわゆるみんながパッとイメージするキャラクターイラストですね。この場合にはさっきの極太線よりは細めですが、しっかりと太めの線で描いていきましょう。線がこのように太めだと少年漫画っぽい力強さが出ます。見ている人にインパクトを与えたい、パッと見てあっとテンションが上がるような絵柄にしたい場合には、こういう太めの線を意識しましょう。ポイント1、入り抜きを入れる。この場合にはさっきと違ってしっかりと抑揚をつけて描いていきます。抑揚のつけ方はまずは入り抜きですね。線の強弱をつけることによって絵に抑揚、動きやニュアンスを持たせていきます。こうすることによってさっきのグッズ感や記号感とは違った細やかな表情の描き分けだったり、記号としてではなくてそのキャラクターが実際にそこに存在しているような空気感を出すことができるんです。ポイント2、線を途切れ
させる。また抑揚のつけ方は一つではありません。例えばこのように線をあえて途切れさせることによっても抑揚をつけることができます。たまにね、線をしっかり閉じていないと絵が下手だって勘違いしている人いるんですが、これはね、間違いです。線を途切れさせてもその両脇に線がある限り、見ている人は空白の部分に線を感じてしまうんですね。そういう作詞を使ったあくまでテクニックですので、それが効果的な場合にはどんどん使っていきましょう。ポイント3、墨だまりを作る。これは絵柄にもよりますし、色を塗る塗らないにも関わってくるので一概には言えませんが、このように物と物が重なって影が濃くなるような場所に墨だまりを作るのも見栄えを良くするテクニックの一つです。特に色を塗らない白黒の絵の場合には、この墨だまりを意識的に作っていくことでキャラクターの存在感を増すことができると思います。取り入れてみてください。はい、こんな感じですね。キャラクターの生き生きした感じを強調した、実際にそこに存在するような線にすることができたと思います。目的3、繊細な絵が描きたい場合。ここに関してはあまり普段描かないのでおまけ程度に紹介していくんですが、繊細なタッチの絵にしたい場合、細い線で描いていきましょう。このように線を細めで描いていくと柔らかい印象を出すことができます。見る人に対してふわっと優しく訴えかけたい、見ているだけで和むような、そんなイラストが描きたい、そういう場合には細めの線を意識しましょう。ポイント1、線を重ねる。この場合は線が細くて薄いので見栄えがどうしてもしなくなることがあります。なのでもし印象があまりにも弱くなってしまう場合には、細い線を何本も重ねてみるのも一つの手です。また線を描いていくという意識よりは、影を線の重なりを使って表現していく意識でやっていくとうまくいくかもしれません。はい、こんな感じですね。先ほどのイラストと違ってより繊細で独特で静かな空気感を持った線に仕上げることができたと思います。はい、今回のポイントです。当たりは1回ではなく2回に、あるいは必要ならば3回4回と段階を分けて取ってみること。線を描くときには必ず入り抜きを入れる必要はない。それよりも大事なのは目的に応じた線の太さを的確に選択すること。入り抜きはラーメンに例えるならストレート麺か縮れ麺かの違いでしかないという話をしてきました。また今回作成した線画データは僕の Pixiv ファンボックスにて無料でダウンロードできます。下の概要欄の URL からチェックしてみてくださいね。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか。また全身の当たりの取り方がわからないという方に関しては、こちらの動画、魅力的なポージングの描き方、そして生き生きとした表情の描き方がもっと詳しく知りたいという方に関しては、こちらの動画、簡単表情の描き分け講座もあります。こちらも合わせてチェックしてみてくださいね。概要欄に URL を貼っておきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか。新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。